普段付き合いのいい同僚がなぜか海へ行くのだけは頑として断る。訳を聞いたのだが、あまり話したくない様子なので飲ませて無理やり聞き出した。ここからは彼の語り。ただし酔って取り留めのない話だったので俺が整理してる。まだ学生だった頃、友人と旅に出た。確か後期試験の後だったから真冬だな。旅とは言っても友人の愛犬と一緒にバンに乗ってあてもなく走っていくだけの気楽なもんだ。何日目だったか、ある海辺の寒村に差し掛かった頃、すでに日は暮れてしまっていた。山が海に迫って、その合間にかろうじてへばりついているような小さな集落だ。困ったことにガソリンの残量が心もとなくなっていた。海岸沿いの一本道を走りながらガソリンスタンドを探すとすぐに見つかったのだが、店はすでに閉まっている。とりあえず裏手に回ってみた。玄関のひさしから大きなザルがぶら下がっている。出入りに邪魔だなと思いながらそれをかき分けて呼び鈴を鳴らしてみた。すんません、ガソリン入れてもらえませんか？わずかに人の気配がしたが返事はない。シカトされとんのかね？なんかムカつくわ。もう一度押してみや。すんません。しつこく呼びかけると玄関の明かりがつき、ガラス戸の向こうに人影が現れた。誰や？ガソリン欲しい。今日は休みや。俺が言い終える前に苛立ったような声が返ってくる。いや、まあそこをなんとか。墓、今日はもう開けられん。取り付く島もなかった。諦めて車に戻る。これだから田舎はあかん。しゃあないな。今日はここで寝よう。当てつけに明日の朝一でガス入れてこうや。車を止められそうなところを探して集落をうろうろすると、ガソリンスタンドだけでなく全ての商店や民家が門を閉ざしていることに気づいた。よく見るとどの家も軒先にカゴやザルをぶら下げている。なんか飲ませるやろか。それにしちゃ静かやな。風が強くてたまらん。あそこに止められんで。そこは山腹の小さな神社から海に向かってまっすぐに伸びる石段の根元だった。小さな駐車場だが垣根があって海風がしのげそうだ。鳥居の陰に車を止めると辺りはもう真っ暗でやることもない。俺たちはブツブツ言いながら運転席で毛布にくるまって眠りについた。何時間経ったのか、犬のうなり声で目を覚ました俺は辺りの強烈な生臭さに気づいた。犬は海の方に向かって牙をむき出してうなり続けている。普段はおとなしいやつなのだが、いくらなだめても一向に落ち着こうとしない。友人も起き出して闇の先に目を凝らした。月明かりに照らされた海は先ほどまでとは違って気味が悪いくらい泣いでいた。コンクリートの殺風景な岸壁の縁にうごめくものが見える。なんやあれ。友人がかすれた声でささやいた。わからん。それは最初海から這い出してくる太いパイプか丸太のように見えた。蛇のようにのたうちながらゆっくりと陸に上がっているようだったが、不思議なことに音はしなかった。というよりそいつの体はもわもわとした黒い煙の塊のように見えたし、実体があったのかどうかもわからない。その代わりうーというかおーというか形容しがたい耳鳴りがずっと続いていた。そして先ほどからの生臭さは吐き気を催すほどにひどくなっていた。そいつの先端は海岸沿いの道を横切って向かいの家にまで到達しているのだが、もう一方はまだ海の中に消えている。民家の軒先を覗き込むようにしているその先端にははっきりとは見えなかったが、明らかに顔のようなものがあった。俺も友人もそんなに臆病な方ではなかったつもりだが、そいつの姿はもう何というかまがまがしいという言葉そのもので、
一目見た時から体がこわばって動かなかった。心臓をわしづかみにされるってのはああいう感覚なんだろうな。そいつは軒に吊るしたザルをじっと見つめている風だったが、やがてゆっくりと動き出して次の家へ向かった。おい、車出せ。友人の震える声ではっと我に返った。動かない腕を何とか上げてキーを回すと、静まり返った周囲にエンジン音が鳴り響いた。そいつがゆっくりとこちらを振り向きかける。やばい。なんだかわからないが、目を合わせちゃいけないと直感的に思った。前だけを見つめ、アクセルを思い切り踏み込んで車を急発進させる。後部座席で狂ったように吠え始めた犬がヒュッと喘息のような声を上げてどさりと倒れる気配がした。太郎、思わず振り返った友人がひと息を飲んだまま固まった。アホ、振り抜くな。俺はもう無我夢中で友人の肩を掴んで前方に引き戻した。向き直った友人の顔はくしゃくしゃに引きつって目の焦点が完全に飛んでいた。恥ずかしい話だが、俺は得体の知れない恐怖に泣き叫びながらアクセルを踏み続けた。それから元来た道をガス欠になるまで走り続けて峠を越えると、まんじりともせずに朝を迎えたのだが、友人はほとんど意識が混濁したまま近くの病院に入院し、1週間ほど高熱で寝込んだ。回復した後もそのことについて触れると激しく情緒不安定になってしまうので、振り返った彼が何を見たのか聞けずじまいのまま卒業してからは疎遠になってしまった。犬の方は激しく錯乱して誰彼構わず噛みつくと思うと泡を吹いて倒れる繰り返しで、かわいそうだが安楽死させたらしい。結局あれが何だったのかはわからないし、知りたくもないね。ともかく俺は海には近づかないよ。以上が同僚の話。昔読んだ柳田国夫にザルやメカゴを魔除けに使う風習と海を見ることを忌む日の話があったのを思い出したが、今手元にないので比較できない。